結構ハローどうも、夏みかんと申します。はい、ちょっとね、清掃に着替えてまいりました。高道が今回で行かせていただきます。ということでですね、本日はアクアの動画になるんですが、先に言っておきます。申し訳ありません。今回語っていく動画の内容がですね、アクアドキュメンタリー、こちらについて語っていくことになるんですけれども、この動画上がるまで、計3回、視聴してきました。1回目2回目は普通に見て、3回目はね永久席で見たんですけど、シンマサンシャインのね、シンマサンシャインの永久席で見たんですけど、めっちゃ見づらかったいや、見づらくても俺はここの席で見るんだっていうね、強い意志を見せておりましたが、普通に見づらかったです。すごいね、本当にめちゃくちゃ難しい話題なんですよ。非常に申し訳ないんですけども、手柔らかによろしくお願いします。そんな感じでですね、南さんがいつも言っている愛と思いやり、この2つで、今回アクアドキュメンタリー語らせていただければなと思っております。前置き長くなりましたが、よろしくお願いします。怖いなぁ。よろしくお願いします。ということで、ここからはアクドキュという風にですね、略称させていただきますが、アクアドキュメンタリーの感想を語っていきたいと思います。配信よろしくお願いします。先にもう、お前の長ったしい感想なんてどうでもいいよって方もいらっしゃると思うので、簡潔な大雑把なまとめから入りましょうか。このアクアドキュメンタリーね、結構しんどいです。結構しんどい。マジで。3回見てて、3回中全部しんどかった。もう楽しいっていうさ、レベルじゃないんですよね、あの映画。今までのラブライブ系のアニメってさ、どれもさ、こう楽しい映画だと思うんですよ。今回のアクアドキュメンタリーって、本当にしんどさが普段のラブライブ映画の比じゃないです。人によっては胸苦しく思えたりだとか、本当にもう耐えられないって人もそのうちっていうかもうすでにたくさん出ていると思います。でそれに関してですね、結構やっぱ今回のアクアドキュメンタリー否定的な意見だったりとか、いわゆるそのお気持ち表明みたいなね、こう感想とか上がってると思うんですが、僕基本的にはお気持ち嫌い派なんですよ。お気持ち嫌い派なんだけど、ごめん、今回すげえわかるってなりました。じゃあなんでそこでドキュメンタリーの映画の感想を出すのに今更めっちゃ謝ってんのっていう話にもなんですけど、結構人に話しづらくって、あくまでもその自分の意見でしかないから、この意見が果たしてみんなにどう伝わるのかすごくためらっていたんですよね。最近ね公開されたこちらのシカプロさんとのねコラボ動画でも語らせていただいてるんですけれども、こんぐらいね今回の映画ちょっと心が苦しくなるようなそんなお話になっていたので、そりゃそういうね気持ちにもなるよねと思っております。でじゃあ夏みかんお前は良かったんか悪かったんかって言われると良かった方だと思っております。そりゃ当たり前ですよ。もう二度と見ないなんて言うはずがない映画を見て、もはや僕にとってアクアの映画は見る義務みたいなもんになってきてますからね。今後もねラブライブサンシャインアクアの話題が出た時にアクアドキュメンタリーを避けては通れないでしょう。避けて通れない道だと思ってます。なので否定のしようがありませんただね、無理して意見は言うつもりないです。本当に思ったことを話します。肯定派か否定派かって言われると肯定派かな。
ただね、僕も一歩間違えば本当に否定派の部類に入ってしまうところだったなと、否定する側の意見の人間になってしまうところでした。危ない危ない。なので、良かった部分と悪かったところを順番に一つずつ言っていきましょうかね。まず、アクアの裏側を見れたこと。これについては本当にもう、良かったところだったなと思っております。普段ね、なんかそういうラブライブのね、円盤とかでメイキングみたいなのがついてくるじゃないですか。練習してる風景だとか、そういうのがついてくるんですけど、あれって本当にアクアの日常のごくごくの一部しか切り取ってないんですよ。なのでですね、本当にそこから一歩踏み入って裏側のさらに一部部分を見せてくれたことには本当に感謝しかないです。アクアってこうだったんだなっていう対する、意見だったり知識っていうのがさらに深まったので、ここは本当に良かったなっていうふうに思っております。ただなんかすっごい重いんですよねなんかすっごい重いんですよ。僕らが想像するよりもさらに過酷というか、結構重いというか結構内容的には暗めな感じでしたね。なので見るには本当に相当な勇気がその場その場で必要な状況でした。あれこれちょっとやばい状況なんじゃね、これ覚悟いるやつって思いながら、ちょっと待って待ってと言いながら見るしかない状況でした。本当に一言で言うならしんどかったですもちろんね、芸能人がそんな毎日キラキラハッピーライフを送っているっていうわけではないのは分かってはいるんですけど、いきなりその現実をね目の前で押し付けられたらやっぱりしんどいんですよ、人間って。だから本当に見てて本当涙ドバドバ出ながら本当辛かったですね。内心は心がチクチク痛かったですねこういうアクアの裏側を見てしまったことによって、逆を返すと見てしまったことによって本当に辛かった。あんちゃん、リカ子、シュカ、そしてフリとこの人らのアクアに対する思いというか、私はアクアをこう思っているっていう率直な意見をより深く聞くことができたっていうのがすごくやっぱ良かったですね。やっぱアクアをやって辛いな、しんどいなっていう意見は出るものだと思ってます。そういった意見を、特に彼女らは率直に言ってくれたことが本当に嬉しかったですね。特にアクアがフィナーレになることについて、ここら辺でシュカとリカ子それぞれでやっぱ意見が違っていたっていうのがやっぱりすごく僕としては結構良かったところだなと思っていて、その部分をちゃんと切り取ってくれてたところは本当に良かったなと思っております。あんちゃんがね結構それぞれにそれぞれのちゃんとした答えがあって良かったなっていうふうに思っております。ただやっぱ仕事のスケジュールなんすかね、そのメンバーの偏りがすごいんですよ。インタビューの偏りがすごいんですよ3年生に関してはほぼインタビュー答えてなかったに近かったっすよね。こればっかりは大人の事情というか何なのかわかんないですけどもね、多分あまりにもこれを言ってしまうと生々しすぎるって作った人が判断してカットしたんでしょうね。それはそれで僕は言ってほしかったんですよ。やっぱりドキュメンタリーですからね、しんどさはさらに増すかもしれないけど、僕はなんか救われるような気はしてて、だけどそこの部分が使われなかったのはちょっと個人的には残念だったなとは思っております。でも本当にね、時間も映画って限られてますから、それを使っちゃうと多分ね、もっと大長編というか、映画先みたいな前編中編後編みたいな感じの展開になってしまうんだろうなと思ったので、3年生さすがに少なすぎますよ。もうちょっと喋ってもいいだろうっていうぐらいは思ってしまいましたね。ネガティブな感想になってきてないかあれちょっとなんかネガティブ寄りな意見になってないか。いつもだったら見れない運営
営視点での意見だったりとか、そういうのが見れてやっぱり良かったですね。米川さんが沼津に行ってた時の、ね、シーンなんかだったりとかは、僕らってやっぱり運営のことを知らなすぎるから、こういう風にラブライブ運営って行動だったりとかお仕事されていたんだなっていう一部分を見れて、すごくさらにアクアに対するでどうなっていくんだろうみたいなとか、ラブライブサンシャインって今後どういう商品展開されていくんだろうっていうとか、そういった深掘りがさらに進むようになったので、個人的には良かったと思っておりますね。どうしてアクアがフィナーレを迎えることになったのか、この中の時運営はどういう風に思っていたのか、ここに対する答えだったりとか、そういうのを聞いた時はなんかやっぱ運営も同じ気持ちだったんだなとか、そういう経緯でアクアってコロナ禍以降もアクアって活動していたのねっていう風に思えたのは、本当に自分の中でやっぱり、ね、納得できた部分でもありますし、これからもさらにアクアを応援したいっていう気持ちがより深く、ね、生まれたと思っております。ただはないです、ここは目当てではなく、また見に行きたい映画だったかどうかと聞かれれば、また見に行きたい映画ではあるなというふうに思いました。友達とね、映画を見るのであればこうだったよねっていう、また違ったね感想だったりとかが出てくるんじゃないかなというふうに思いました。総括的に良かったか悪かったかと言われれば、良かったっていうふうに僕は思いましたかね。僕も初期からラブライブサンシャインを見る人間ですし、当然ね、アクアに対する思いっていうのはいろいろあります。この感想も結局、ごく一部の意見でしかないですし、アクアドキュメンタリーを 100% 評価しきれたかどうかって言われても、僕の中ではまだもう 80% というか、下にいて 70% ぐらいしかうまく語れなかったなというふうに思っておりますし、そういったみんな一人一人のアクアに対する価値観だったり考え方っていうのをより深く深めてくれる、そういった映画になっていたんじゃないかなというふうに思っていますので、見に行けとは言いません、見に行くとも言いません。アクアドキュメンタリー見る際は覚悟を決めた上で、ぜひ会場に足をお運びください。アクアドキュメンタリーは面白い映画です。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よりも、今回は特にコメントをぜひよろしくお願いいたします。皆様のアクアドキュメンタリーに対する意見だったり感想というのもですね、ぜひ聞いてみたいと思っているところですので、ぜひともよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。4回目行こうかな、ちょっと長かったな。チャオー。